にちは。立命館アジア太平洋大学2回生の山田里乃です。私はワンズワンフェアトレードというフェアトレードのサークルに所属しています。私が取り上げるお題は、1、貧困をなくそうという SDGs の1番目のお題です。貧困をなくそうとは、貧しい人をなくすというその名の通りの目標です。事実として食べ物や手に入らずに苦しんでいる子供や命を落としてしまう子供、またお金がなくて苦しんでいる人もとても多いというこの現状があって、その中で貧困に陥ってしまった人々を救うために掲げられた目標がこの 1SDGs の1番目の目標になります。目指していることとしては、世界中で極度の貧困にある状態の人を救う、また様々な次元で貧困ラインを下回ってしまっている人々を割合を半減させるというこの目標が2つ目指していることが大きく分けたらあります。貧困をなくすためには、まず収入が少なくて食べるものさえないというその状況から栄養失調とかになったり病気になったとしても適切な医療が受けれなかったり、インフラが整っていないせいでその病院に行けないなどもいろいろ問題が起こってきてしまうので、今はその制度やサービス、またインフラなどを整備する必要があります。未来像としては、辛い思いをしながら生活している人を救う。これがこの目標の未来の掲げているものです。で、このゴールのうちの一つとして、具体的なゴールが定まっています。一つ目、まず、1日に 1.25 ドル未満で生活する人を2030年までになくすと言っています。2030年ってとっても近くなんですよね。今もう2020年ですよね。そう、だから今すぐに行動しなきゃいけないという、この切羽詰まっている状態です。また、気候変動によるダメージを避けられない人、またはジェンダーの配慮がなくて辛い思いをしている人っていうのを救う。そして実現に向けて求められていることとしては、今貧しい暮らしをしている人たちがたくさんいるので、国際的なレベルでも仕組み作りをしていく必要があります。なぜここで私がフェアトレードを学んでいるかというと、生産者側の労働環境とか生活水準などを保障した上で、環境などにも配慮している仕組みがこのフェアトレードなんですよね。で、この名の通り、公正公平な貿易をしているんですよ。で、そういったものを取り上げていく上で、これがなぜよく働くかというと、立場の弱い開発途上国の人々、生産者や労働者の生活改善を目指した上で自立をさせていく、そういった仕組み作りがフェアトレードの貿易の仕組みというふうに形になっています。分かっていただけたでしょうか皆さんご清聴ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。今回担当する SDGs の2番目、飢餓をゼロについてです。こちらがロゴです。飢餓をゼロにという目標では、発展途上国地域に、飢餓で多くの人が亡くなっている現状があります。この本によると、2018年に8億、2100万人を、突破したという目標があります。このように、世界では多くの人々が飢餓で亡くなっている人がいます。また、それだけではなく、先進国においても、フードロス、食品ロス、食品廃棄の問題が、多々出ております。この問題を解決するために SDGs、飢餓をゼロにという問題が作られました。で、テーブルフォートゥーという活動、私は大学でしていて、テーブルフォートゥーでは、学校の食堂に、新しいメニューを、ヘルシーなメニューを提供して、その、売上金額の一部を、アフリカの子どもたち、主に貧困地域と呼ばれるところの子どもたちに給食費として提供しています。また、私は、このイベントのメインとなるフェアトレードというので、ワンズワンフェアトレードという、サークルに入っています。この中で、飢餓について、勉強したこと、取り組んだことといえば、フィリピンの、マニラとイロコスノルテという地域に行きました。イロコスノルテではモリンガという植物の農家を、しているお家に行き、飢餓とは何なのか、貧困とは何なのか、またそれに付随する、幸せとは何なのかというのを学ぶ機会になりました。そしてもう一つの行った場所、マニラでは、日本人が経営している、レストランに行き、その中で、フェアトレードの商品を使ったモリンガ、先ほど言ったエロコスのモリンガを使って、化学調味料を使わないヘルシーなメニューを提供するということをしました。で、これから
私たちができること、これから、社会に出ていく人たち、社会にいる人たちができることとして、SDGs はただの、ボランティアだったりとか、慈善活動の一つではなく、ビジネスでも使える、内容になっています。食への可能性を開拓し、飢餓、貧困を、一日でも早くなくせる何かを、できると信じています。ありがとうございました。立命館アジア太平洋大学4年生今井宏樹でした。世界、特に途上国と呼ばれる国では、女性に生まれたからというだけで学校教育が受けさせてもらえなかったり、まだ子供のうちから結婚・出産をさせられ、強制的に家庭に入らされる国が多くあります。またこういう迫害だけでなく、雇用や所得などの社会進出の面でも男女格差は存在します。社会進出における男女格差を示すジェンダーギャップ指数というものをご存知でしょうか。指数が1に近いほど男女の格差がない、逆に0に近いほど格差が大きいことを示す指数です。このジェンダーギャップ指数の世界平均を見ても、政治・経済の項目において特に指数は小さくなっています。国際フェアトレード基準では、ジェンダー平等とエンパワーメントを掲げています。フェアトレードプレミアムを医療・育児・移動手段のサポートといった途上国の女性の負荷軽減に活用するという例もあります。我々消費者がフェアトレード商品を買うということは、途上国のジェンダー格差の援助にもつながるということです。SDGs の17項目目、ジェンダー平等を実現しよう。私は今、男女格差について話しましたが、ジェンダー平等の実現というのは、男性と女性の社会的格差だけではないと思います。ジェンダー、社会的性別は、私たちの属性であり、時には個性でもあり、一括りには到底できないものです。複雑で、そして決して他者から踏みにじられてはいけない尊厳です。私たちがそんなジェンダーの実現を目指すためにすべきこと、そしてできることの第一歩は、まず知ることだと思います。こんにちは。立命館アジア太平洋大学の秋山翔です。私は普段 ISEC という学生 NPO に所属していて、社会問題を解決へと導く海外インターンシップの運営を通して、間接的に SDGs を推進しています。今日は、働きがいも経済成長もという SDGs の8項目目について話していきます。なかなか身近に感じにくいトピックだと思うので、実体験を踏まえて話しますね。私はもともと神奈川県出身なんですけれども、大学のある大分県に引っ越した時にびっくりしたことがありました。それはアルバイトの時給です。具体的には、高校生の妹が時給1000円以上で飲食店で働いているのに対して、大学生の兄が時給800円台で同じく飲食店のアルバイトをしているといった状況でした。やはり、労働に関する格差が日本国内でも起こっているんだなと感じました。まあ、物価も違いますし、ある程度は仕方のないことです。これがですよ。例えば、君、明日から時給100円ねって雇用主から言われたらどうでしょう。100円？困るよってなりますよね。試算してみると、1日あたり8時間フルで働いて、それを週7日、月に30日働き続けたとしても、手取りはわずか24,000円です。しかもこれって休みなく働いている前提ですから、過労で体を壊したりしたら、医療費の方が高くついてしまいます。これが顕著なのが発展途上国なんです。過労のせいで重大な怪我や病気をしたとしても、医療が発達していないため治療が受けられず、貧困を極めてしまうといったシナリオも考えられます。先ほど100円の給料が少ないといった表現をしましたが、教育機会を与えられずに無賃で強制労働を強いられている子どもたちも多いのです。労働問題の深刻さは私たちの想像を上回っていることは確かです。だからこそ私たちにできることの一つとして、
フェアトレード商品を購入するということがあります。SDGs8 番の項目では、2030年までに全ての人々が完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成することを目指しています。達成までの近道は私たちの想像力にあるのではないでしょうか。値段が比較的高いというイメージのあるフェアトレード商品ですが、これが本来かかるべきコストに見合った価格なのです。ぜひ一緒にフェアトレードを理解して、商品やサービスの先の見えないところで努力している人々を想像し、応援できるような広い心の持ち主になっていきましょう。ありがとうございました。今回私が取り上げる話題は SDGs の12項目目の作る責任、使う責任についてです。これはどういったゴールかというと、持続可能な消費と生産のパターンを生産者と消費者が手を取り合って実現しようという内容になっています。現在地球では資本主義の成長とグローバリゼーションの加速によって大量生産・大量消費という経済形態がすっかり定着してしまいました。で、そのしわ寄せが発展途上国の生産者のところに来ているという悲しい現実が皆さんの生活の裏に隠れています。皆さんが普段楽しんでいる食であったりファッション、そういったものの裏側で環境破壊であったり貧困問題などが潜んでいます。この問題を解決するには生産者と消費者が協力して少しずつ変化を起こしていかなければなりません。この話を聞くと少し大きすぎて実感が湧かないように感じるかもしれませんが、実は普段の私たちの生活からこの課題にアプローチする方法はたくさんあります。私が実際に行っているのはファッションの面においてのアプローチです。服を買うときにこの服をどれぐらい長く着るのかを意識したり、できるだけ古着を買うようにしています。ファッションだと楽しみながら取り組めるので、皆さんぜひ普段の洋服の選び方から少しずつ変えてみてください。あなたの選択一つ一つが世界を少しずつ変えるかもしれません。This is a recap of how we started 2020. First, we started with a bushfire in Australia. The Jakarta sung right after we celebrated New Year. And what happened to America? And then here we are in the quarantine life. After the devastating news ever in the history, the coronavirus pandemic crisis. Hi, my name is Safina Hudiana. I am a sophomore year student studying in Ritumekan Asia Pacific, majoring in environment and development. And this is my speech regarding the crisis and the importance of SDG 13. So yeah, basically, what is SDG 13 and why is it really important? SDG 13 is basically an SDG aiming to increase the resilience of the community upon a climate change and why we should care about the climate change. Climate change is real and it's been approved by 97% of the scientists in this world. They are agreed that the climate change is real and the impact that would happen in the world because of the climate change will be massive. See, we've been increasing the global average temperature by 0.85 degrees Celsius since 1880. I know that the number might sound, it's just a small amount of that number. But you know what? If we don't act, we don't have any urge and any heart to do better in this world, start from now on, we would rise it to 6 degrees Celsius and it would bring such a massive change to the world. I'm going to tell you there are 3 big major that will be affected so much by the climate change. First of all, there is a climate refugees. Second of all, there is a lack food resource and food stock. And third of us, there will be a massive extinct species.
there is no worse case, even worse than that. You know what happened when there are so many people would, sail to the other sea, to the other country, seeking about the food, but the food from the other country is just gone because of the climate change, because we cannot predict when we should harvest the food, when we should, bring the food to the market. It'll not be predictable as for now. Therefore, the action coming from every layer of the society is very much needed. The government there working on making up the policy, dealing with other countries, and talking and discussing about like how we could make a good policy working both for the environment and the business. And here we are, almost all of us, making an important role in the business. And what do the society and what do we need, what do the earth need now is that the society that can make a business that is also friendly for the environment and also friendly for all of us, friendly from the labor, friendly for the customers of its pricings. So this is actually our homework together as a youth, to think and to gain more knowledge on how we could to help the Mother Earth, making a more friendly environment for all of us. That's basically my speech. Thank you so much for listening, and I hope we will be a better society in the future. 平和には2つの意味があります。1つ目は心配事や揉め事がなく穏やかな状態。2つ目は戦争がなく世の中が安穏であること。2つ目の戦争がない世の中を実現するということは、私たち学生にとっては少し難しい話かもしれません。そこで1つ目の心配事や揉め事がなく穏やかな状態を作るために私たちは何ができるのか、そう考えました。私たちが普段口にしている食べ物や着ている洋服は、誰がどのようにして作ってどのように運ばれてきたのでしょうか。なかなか考えることはありませんよね。しかしその背景には児童労働や強制労働、長時間労働など、また自然環境破壊などが進んでいることも事実です。そこで私たちにできることはエシカル消費だと考えます。エシカルとは英語で倫理的なという意味であり、エシカル消費とは先ほど言った不法労働や環境破壊などがない製品を買うことを意味します。その中でも代表的なのがフェアトレード商品の購入です。フェアトレード製品にはチョコレートやコーヒーをはじめ洋服やバッグなど様々なものがあります。最近ではコンビニもフェアトレードチョコレートを販売しています。私たちにとって何気ない一つ一つの商品選択が世界で不法労働に苦しんでいる人たちの公正な労働に貢献し、SDGs17 項目の16番目、平和と公正をすべての人にという目標を達成することにつながると思います。私はこれからもエシカル消費を意識して生活していきたいと思います。熊本市はアジア初、世界で1000番目のフェアトレードタウンです。私は今、熊本市中央区新屋敷にあるフェアトレード専門店ラブランドに来ています。実はここに熊本市をフェアトレードシティに導いた立役者がいるんです。その方にフェアトレードタウンの魅力について聞いてみましょう。明石翔子さんです。私は25年ほど前からフェアトレードを続けています。
これにはたくさんの人が関わります。一つなくフェアトレードというような言い方をしています。私たち日常のお買い物でフェアトレードをお買い物することで SDGs の17項目が少しずつ解決していくと言われています。私が住んでいる熊本市は2011年にアジア初世界で1000番目のフェアトレードシティになりました。1000カ所ものフェアトレードタウンやシティが世界中にあったんですね。私は本当に嬉しかったです。でもまだまだ課題が解決できていません。今では2000カ所ものフェアトレードタウンが世界中にあるんですが、課題は南半球にわずか30カ所のフェアトレードタウンしかないことなんです。これがまたどんどん広がっていって地球全体がフェアな、星になりますように、そして一人でもお腹を空かした子どもたちがいなくなりますようにと願って、このタウン道素晴らしいなと思って続けています。フェアトレードタウンとは、町くるみでフェアトレードを応援すると宣言した町のことです。フェアトレードタウンに認定されるには、この6つの基準をすべて満たす必要があります。そのためには、行政、民間、市民団体、市民みんなが一丸となって取り組む必要があります。だから SDGs17 の目標、パートナーシップで目標を達成しようと密接な関わりがあるんですね。私たちフェアトレードシティ熊本推進委員会では、フェアトレードシティに認定されるまでの過程と認定後10年間の歩みをまとめた冊子を作りました。保存版、みんながハッピーフェアトレードタウンの作り方、フェアトレードシティ熊本10周年記念号です。フェアトレードタウン運動をされている方も、興味のある方も、そしてすでにフェアトレードタウンに認定されている地域の市民の皆さんにもぜひ読んでいただきたい内容です。フェアトレードシティ熊本推進委員会の代表、明石翔子が直接出向いて皆さんにレクチャーします。フェアトレードアイランドジャパンを目指してます。皆さん、若者たちの発言どうだったですか？今は緊急事態宣言で、新型コロナウイルスが日本国中を蔓延している時期でもあります。そして今日は5月9日、放映される日は母の日です。私は25年ほどフェアトレードをやっていますけれども、テーマは母と子供、赤ちゃんなんですね。お母さんが子供を思う気持ちを大事にフェアトレードを続けてきました。今回は世界フェアトレードデーに参加ということで、若者たちと企画をしました。実は来年熊本市はフェアトレードシティになって10周年を迎えます。この前までの流れの中でフェアトレードや SDGs、 なかなか分かりにくい言葉だったと思います。それを、それぞれの言葉で分かりやすく伝えたい。そして人事から自分事へというのも熊本地震や災害で学んだことです。これはシリーズ化していてライブラリーにまた、保存していきたいと思っていますので、また皆さんにお会いできると思います。それではまたお会いしましょう。